ゆるかかと歩きを習得するためのポイントは、まず最初の心構え。何を注意すべきで、どんなことを気をつければいいのか、それを理解していれば習得が容易になります。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。このチャンネルでは足のさまざまな悩みを解消したいという方にとって目から鱗の情報をお届けしていきます。これから私どもの推奨する歩き方、ゆるかかと歩きを習得するにあたって、皆さんはどんなことが問題になり、どんなことで苦しんだり、どんなことが課題になっていくのでしょうか。そのあたりをご理解しておけば事前に準備することができるので、ゆるかかと歩きの習得がスムーズになります。そこで今回の動画では、まず始めるにあたっての注意点をお伝えしていきます。1つ目がゆるかかと歩きで何が変わるのか。2つ目がゆるかかと歩き習得のためのポイント。3つ目がゆるかかと歩きを習得するにあたってまず目指していくべき目標期間、このあたりをお伝えしていきます。皆さんがゆるかかと歩きを習得することでどんなことが手に入るのでしょうか。それは様々あります。まず何といっても足の痛みからは解放されることができます。外反母趾の痛みや膝の痛み、股関節の痛みなど様々な痛みを抱えている方はそれらが感じなくなっていきます。そして次に足の形もきれいになります。これは外反母趾の形だけではなく、太ももや膝、股関節周り、お尻などの下半身全体の形がきれいになっていくことができます。そして歩くのがとても楽になります。ゆるかかと歩きをやってみればわかることですが、とても足が軽く、羽が生えたような足の軽さで歩くことができます。そして今足元のふらつきなどに不安を抱えている方は、足の骨がしっかりと締まることによって足が驚くほど安定します。このようにさまざまな恩恵に預かることができるのですが、ただそれはあくまで習得し終わった後。これらのことを皆さんは夢見てゆるかかと歩きの習得に取り組んでいただいたらいいのではないでしょうか。それではゆるかかと歩きを習得するにあたって実際にポイントになることをお伝えしていきます。私はゆるかかと歩き指導の現場に毎日立っていますが、そこで皆さんが苦労されるポイントは大きく3つあります。まず1つ目は何かというと、それは皆さんはご自分の今の歩き方を知るというところが大事になります。これはどういうことか。私どもの教える歩き方、ゆるかかと歩きが自然な歩き方だとして、そこから離れれば離れるほど、そうではない歩き方になればなるほど痛みが出たり形が悪くなったりしているとお考えください。ということは、このゆるかかと歩き自体が難しいというよりは、離れていってしまった方にとってはこの歩き方にするのが難しいということになります。大抵の方はご自分の歩き方に疑問を持ったりはしていません。自分にとっては普通の歩き方、そのように思っておられると思います。ただ実際にそうであれば足に問題は出ないはずなのですが、実際には足にお悩みをお抱えの方はそういう自然な歩き方からは程遠くなっているのです。ただこのご自分の歩き方を自覚する、問題を自覚するというのは難しいことです。ですから私どもではゆるかかと歩き指導員というのを全国に育成しております。このゆるかかと歩きを指導することのできる先生というのは何がポイントになるかというと、それはあなたの今の歩き方がどれぐらい問題になっているのかを自覚させてくれる、どれだけ自然な歩き方から離れているかを自覚させてくれる
というところにポイントがあります。ですから今回のこの動画での指導、一連の指導は基本的にそれらの先生方に教えてもらっている方がその補助的に見て理解を深めていただくというのがベースになっています。足にそれほど疾患を抱えていない方であれば本を見たり動画を見たりするぐらいで習得することもできるやもしれません。ただ足にお悩みをお抱えの方であればあるほどそれらの先生にどれぐらい離れているのか、どれぐらい問題になっているのか、どれぐらい自分が思っている歩き方とかけ離れているのかを自覚させてもらうということがとても大事になっているのです。そしてこの先も練習をしていくたびにどれぐらい近づいたのか、もしくはどれぐらいまだ距離があるのか、これをそれらの先生方に自覚させてもらうようにしてください。そして2つ目のポイントです。2つ目のポイントは、常に皆さんは以前の歩き方に戻されているということに気をつけていただきたいのです。ゆるかかと歩きを習得し始めた方は毎日いろんな練習に取り組めばどんどん近づいていっているような気がすると思います。それは間違いありません。ただしちょっと油断をすればずるずるとすぐに前の歩き方の方に引っ張っていっていかれているというのに気をつけなくてはいけないのです。これはなぜかというと、人間はやはり慣れている動作に戻ろうとする傾向があるのです。そのことを一般的に癖なんて言ったりしますが、癖を直すのがなぜ難しいのかというと、そのやっていることを改善しようと思っても元の状態、元のやっていることに常に戻されていくというのが難しいのです。ですから皆さんはイメージで言うと、常に川を逆流して登っていっているという感覚が必要です。川を常に登り続けるから逆流してちょっとずつ目的地までたどり着いていく。ただ油断をしたり立ち止まったりちょっと休んでしまうとすぐに流されていく。特に最初のうちは川の勢いは強いので、しっかりと前に進むためには常に気をつけなくてはいけません。この意識を持つことで油断をすることが減るでしょう。そして3つ目です。3つ目は2つ目と関連しているのですが、ゆるかかと歩き習得というのは練習をすれば近づきはしますが、練習をするよりも大事なのは常日頃からずっと気をつけるということが大事になります。少し言い方を変えましょう。練習というのはプラスの要素だと思ってください。そして常日頃の歩き方を気をつけるというのは言い方を変えればマイナスの要素を減らす、やっているダメなことを減らすという考え方。どちらの方がより重要かというと、マイナスを減らすというのがより重要になります。ですからゆるかかと歩きの練習をたくさんやるのもすごく大事ですが、それよりも普段立っている時、普段歩いている時、常日頃からずっと頭の片隅に注意点を入れておく、チェックをする、気をつける、これらが重要になるのです。ですから少し厳しい言い方をすれば、当初24時間気をつける、これぐらいの意識を持っていないと習得は難しくなります。ただそれを続けていると、そのうちそのゆるかかと歩きが普通になってきます。これは皆さんが例えば朝早く3時なんかに起きなくてはいけない仕事に就いた時、3時起きが最初は辛いけれども途中で普通になってくるのと同じです。必ずそれが普通になってくる日がやってきます。ただその日まで歯を食いしばって続けることが重要なのです。この3つを心構えとして持っておくと、油断や怠けること、もしくはたゆまず努力すること、このあたりを続けることができるでしょう。
そして3つ目が目標とする期間についてです。2つ目で注意するポイントを挙げましたが、この注意するポイントをどれぐらい続ければいいのか。もちろん一生続ければいいと言ってしまえばそれまでですが、それではあまりにも大変です。なので私たちはまず最初3週間頑張って続けましょうというふうに言います。例えばゆるかかと歩きで教えてもらった動作があるとすれば、それを一日中気をつけるのをまず3週間。人間は3週間ぐらい続けるとそれをあまり苦ではなくなるようになっているそうです。ですからテレビのコマーシャルなどでもまずはお試し3週間からなどというのはそのためです。まずは頑張ってカレンダーに×印などをつけて3週間頑張りましょう。そして次です。3週間でそれをやるのが苦にならなくなってきたら、次はその先3ヶ月です。その先3ヶ月やるとどうなるか、それが日常の動作として組み込まれてきます。当たり前の動作となってくるのですね。ですから3週間を過ぎた後は次は3ヶ月間それをキープする、頑張る、これを目指しましょう。そして最後にその3ヶ月が過ぎた後はさらにその先もう3ヶ月で固めるという期間になります。ですから最初の3週間と3ヶ月である程度まで習得をしてマスターをしたと仮定します。その状態を固めにかかる期間が最後の3ヶ月。これで全部で6ヶ月と3週間で一つのプログラムと思っていただいたら良いのではないでしょうか。もちろんここには習得の早い人や遅い人、もちろん最初の3週間と3ヶ月で習得までいってない人、このようなズレも出てきます。ただ一つの目安とするのはこれぐらいの期間でやっていただければいいのではないでしょうか。いかがでしょうか。ゆるかかと歩きは皆さんの人生に大きな喜びや幸せ、さまざまなものをもたらします。ゆるかかと歩き指導の資格を持つ先生方は私の下でそのメソッドの習得に取り組まれたいわばスペシャリストです。技術指導はもちろんのこと、その説明の方法までも詳しく学ばれているのでとても頼りになります。しっかりということを聞いてよく学んでいただければ皆さんの習得を大いに進めていただくことができるでしょう。そのためには取り組むにあたっての心構えが重要です。重要なポイントはまず自分の現在地、今の状況を知ること、そして常に戻されていることを自覚すること、そして気をつけるのは常にです。24時間気をつけると思ってください。そして目標の期間は3週間、3ヶ月、3ヶ月。ここをまず目標として頑張りましょう。